イヤホーみんな息してる？息しかしてない時もあるです。ミニマリズムの罠として、あらゆるものを排除していった結果、自分が損するものには手を出さない。自分が得するものしか取り入れない。得する場所にしか行かない。そういう風になってる人いるんじゃないかなと思ってて、昔の僕はそうだったかもしれません。買い物に関してもそうだし、あと人間関係とか、よくさ、大人になったら、だいぶ大人になるにつれて、そのなんかいろんな人間関係が広がっていくわけですけど、その場所に行った時に自分が得をするか、それを基準に考えてる大人って多いと思うんですよね。で、なんか最近思ったのは、レビューみたいなものがあらゆるものにあるじゃないですか。いわゆるそのデータベース消費っていうか、まあ、全てがデータベース的になって、で、点数がつけられて、で、それを基準に人々は買い物をしたりとか、お店を選んだりとかすると。で、そのレビューみたいなものがあんまり良くないんじゃないかなって、ある部分では思うんですよね。で、この間ね、映画をね、見たんですよね。で、アマゾンプライムの方だったかな。まあ、ネットフリックスかアマゾンプライムでいつも見るんですけど、アマゾンで見て、で、大体こう見るときに、星がどれくらいついてるか。で、その映画がね、5点だったんですよ、一応。うん、星5だったんだけど、レビューの数が5人とかで、で、こういう時ってみんなどうします？ね、星はついてるんだけど、そのレビューしてる数が少ないと。で、これ大丈夫かなっていうね、なんかそういうものってあると思うんですよ。で、僕はその映画を見て、でね、正直ね、そんなに面白くなかったんですよね。うん。で、途中でね、やめてしまいました。で、それがこう、なんか自分の中で、なんかコンテンツに集中できなくなってるなっていう、まあ自分自身に対するその不甲斐なさみたいなものもあったんだけど、昔ってそうじゃなかったよなと思って。で、僕その映画をね、まあ、見てた時って、まあ DVD 時代、あるいはその前の、VHS っていうのかな、ビデオテープの時代のギリギリの人なんで、だから、まあそういうものが主流だったわけですよ。で、大学生、まあ大人になってからというか、まあ東京に来てから、一時期病んだ時期があって、で、その頃ひたすら映画にハマった時期があったんですよね。で、その時はまだ、DVD 時代で、当時ね、吉祥寺に住んでたんですけど、今もあるのかな、ドラマっていうね、レンタルビデオ屋さんがあって、で、なんか新作も旧作もむちゃくちゃ安くで借りれるんですよね。で、当時ね、100円とか本当に190円とかで1本借りれるんですよ。で、僕はそのドラマに行ってね、ドラマ、まあ、いわゆるそのドラマとかサスペンス系のジャンルが好きだったんで、そのドラマの棚の、A から Z まで、で、日本映画はあからんのまで、そのあいうえお順に並べられてるじゃないですか。それを全部片っ端から読むってことをやったんですよ。で、本当に1年にね、300、まあ、400本ぐらい見たのかな。だから1日2本とか3本ぐらいのペースで一時期見ていた時があって、で、その時は結構その病んでいた時期でね、まあその仕事とかに疲れて、でもなんかその期間があったから僕はその日本映画とかをその時に吸収できたんですよね。20代の本当に前半です。で、その時って、そのレビューなんか一切気にしなかったし、で、そもそもビデオ屋さんにその星なんてつけられてないじゃないですか。だから、あからね、ずっとこう、あいうえおっていう風にこう追っていって、もう機械的にもう片っ端から見ていくと、当然、とんでもなく B 級映画でつまんないものもあれば、でもなんか隠れた名作みたいなものもあったりとか、で、あとはアカデミーとか撮ってるような、世間的に評価されているような映画があったりとか、なんかそういうものをごちゃ混ぜで見たときにね、なんかその B 級映画から感じたものとか感性みたいなものが、今も役に立ってると思っていて、で、その僕がこのふざけたりとか冗談言ったりとか、結構ネタ的なことをたまにやったりしますよね。
なんかああいうインスピレーションってそういうなんか B 級なところから来ていたりするんですよね。で、まあちょっと僕の話を置いといて、で、そんな感じでやっぱりその、まあ評価があって、で、みんなそれを見ていて、で、食いつかないという状況になってると。で、それは多分ね、自分の損得を考えてるからなんですよね。やっぱりみんな忙しくて、で、せっかく映画を見る時間が1時間とか2時間とか、今日1日の中にあるって時に、なんかつまらないものを見て、損をしたくないって思うんだよね。でもね、それがね、結構その偶然の出会いとか、自分にとって決定的となる作品みたいなものを逃している気がしていて。で、レビューっていうのはもちろんその民意みたいなものを反映するシステムとして機能してるわけですけど、ただ、点数がつけられていない映画であっても、その自分にとっては響くっていうのはあるんですよね。だからそういう作品が、実は、そういう作品によって人の人生ってのは簡単に変えられるし、で、新しい方向性が生まれてきたりすると思っていて。で、僕もそういう風にして、これまでの過去の作品とかに突き動かされてきたんですよね。映画だけじゃなくて、その本とかもそうです。やっぱ今 Amazon で全部データベース化されて、で、レビューがついて、星がついて、だからなんか、最初から3.5とかね、なんか微妙な点数つけられてる本とかあるじゃないですか。なんかそういうものをもうみんなね、読まなくなっているというか、でもね、そこで損してるのは自分なんですよね。で、やっぱりその、一瞬の損得感情っていうのは、長期的に見て損することが多い気がしていて。で、やっぱりね、自分の好きなことっていうか、本当にその自分がやりたいことをやる。で、好きなことをするっていうのが一番自分にとっていいと思うんですよね。だから他の人のことは、とか、その他の人の声とか、レビューをそこで考える必要はなくて、自分がその時に見たいと思った作品、読みたいと思った本っていうのを読んでいく方が、それが後々回り回って聞いてくるし、素晴らしい出会いになる時もあるっていう、そういうふうに感じています。で、これ人間関係とかでもそうで、例えば、まあ最初に話したように、片っ端からね、僕その20代の頃、飲み会に出ていたんですよ。誘われたものは断らないってことを、なぜか自分のモットーとしていて。で、これはまあ自分が10代の頃から、そういうこう、音楽活動とか、まあバンドの世界とかにいたんで、やっぱりまあその上下関係とかね、そういうのを気にするというか、守るタイプだったんですよね。で、写真の業界に入ってもやっぱりその写真の上下関係みたいなものがあったりとか、業界の。で、呼ばれたものには全て顔を出すってことをやっていて、でもなんか結局それも途中で疲れて、で、ミニマリズムが入ってきて、で、いろんなものを手放して、で、自分のものだけじゃなくてやることもどんどん手放していって、で、今みたいな隠居生活みたいなことになって、で、今よりもっとね、ゴリッゴリに削っていた時、一番本当に削っていた時なんかは、だからやっぱり自分がその、得するもの、得する状況にしかいかないっていうね、そういう判断を多分ね、していたんじゃないかなと思います。で、それはその今思い返せばっていう感じなんで、やっぱね、当時はそういうことを多分ね、無意識にやっているんですよね。で、そこからね、またその緩くなっていってっていうか、自分はその偶然性みたいなものが自分の中にテーマとして入ってきて、偶然性、偶発性みたいなもの、そういうものを大事にするようになったんですけど、むしろそれによってしか人生は動かないっていうことに気づいて、で、そこから、ある程度その、自分のその、決まった枠っていうか、コントロールできる範囲を作りながら、その中で
ランダムネスっていうか、偶然性みたいなものを残しておく。その偶然性が起こる、偶然が起こる余地を残しておくっていうか、なんかそういうところに転換していったんですよね。で、やっぱりこう、いろんなとこにね、こう顔を出していると、こう新しい出会いがあったりとか、で、ひょんなとこから面白い話が舞い込んできたりとかします。で、やっぱりこう自分の損得だけで考えて、自分が得するところにしか行かないってことになると、そういう偶発性とかがなくなるんですよね。で、これもまあ不思議で、なんかその人生で決定的な変更だったりとかクリティカルなことっていうのは、自分の近いところとか、親和性があるようなところからもたらされることももちろん多いんですけど、でも実はちょっと離れたところからやってくることの方が多いんですよね。みんなも多分経験あるんじゃないですか。例えば、自分が何かこう、仕事をなくして仕事をしたいって思ってる時に、その家族とか、兄弟とかが、この仕事あるよとか、この仕事やりなよみたいなこと感じで教えてもらえるかもしれない。で、一番近い友達が、この仕事どうっていうふうに紹介してくれるかもしれない。でも、そういうことって結構稀で、なんか探してる時にちょっと離れた友達の友達だったりとか、過去に一回そのバイトをしていて、繋がっていた、そんなに毎日は連絡を取らないけど、月に一回ぐらいなんとなく連絡する友達とか、なんかそれくらいの弱い距離感の人から新しいことを紹介されたりとか、新しい人を紹介されたりとか。で、それがキーパーソンになってまた次の仕事につながっていくとか。なんかそっちの方が多いと思っていて。東博樹さんは、それを弱いつながりっていうふうに定義づけて、うん、本の中でも書いてるわけですけど、だからその弱いつながりこそがやっぱりこう、自分の人生を前に進めてくれると。で、最初の話に戻ると、やっぱりだからそういうふうにその損得で考えるってことになるとどうしても短絡的になって自分が得する方っていうことになる。だからあえて損する方に突っ込んでみるっていうか、なんか時にはそういう勇気が必要なんじゃないかなと思っています。そして、年を取れば取るほどに、その自分が損をしたくないっていう気持ちがどんどん強くなっていく。それは自分の人生がなくなっているからっていうことも言えるかもしれない。年を取れば取るほど、40歳になったらあと何年生きれる。で、50歳になったらあと何年生きれる。で、80歳になったらあと何年生きれるんだっていうふうに、残りの人生がどんどん短くなるから、その時間の長さに対して、自分は、自分にはそんな無駄なことをやってる時間はないって。みんなそう思う。でもそれも大事、もちろん。自分の時間を守るのは自分しかいないから。それは大事なんだけど、そこに防衛線を張りすぎると、今度逆にね、人生がつまらなくなっていく。そして、その実は長期的に得するっていうことは、その自分が損しそうな場面の中で生まれてくるってこと。だからやっぱりそこに飛び込む勇気とか、あとはやっぱりその自分自身の本当にやりたいこととか好きなことを信じる。他の人たちのレビューとか点数とかそういうものは気にせずに自分のね、思ってること、信じてることを追求していった方が長期的にハッピーになるんじゃないかなって、そういうふうに考えてます。ただ飲食店。これ難しいですね、これね。飲食店は。いくら冒険って言っても、まずい飯は食いたくないっていう。うん。これはね、ちょっとこれだけはね、僕は、気にしちゃうんですよね、どうしてもね。うん、でも結局、でもそれもまあ同じことなんでしょうけど、でもやっぱりご飯だけはっていうか、ご飯は多分ね、その食べた瞬間に直接的に体の中に入ってきて、その口に入れた瞬間に
何かそのもう判断が自分の中でできてしまうからだと思うんですよね。食べ物というのは即効性がありすぎる。取った瞬間に、これ失敗したとかっていうのが一瞬でわかるから。だから、その、もっと他のエンターテインメント体験だったりとか、他の人と出会う場所とか、その映画とか本とかそういうものよりも、ちょっとね、反応があまりにも早くてダイレクトだからみんな恐れるのは当然だし、で、まずいもの、なるべく食べたくないって思います。僕もそう思います。でもなんかここにも裏があるような気がしていて。だから、時にはね、レビューが2しかついてないような飲食店に今年の夏は飛び込んでみたいと思っています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ニュースレター週に1本書いています。そして時丸田中のメンバーシップやっていますので、概要欄よりぜひチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。